こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017を作っていきます。このキットは従来のドイツレベルのカーモデルとは少々毛色の異なるところがあり、例えば窓のクリアパーツは窓枠が塗装済みだったりします。これは塗装する手間が省けるのでとても便利だと思います。またその他金属シャフトが入っています。これはもちろん左右のホイールをつなぐためのものですが、2本入っているということは前後ともシャフトを入れることを意味していて、つまり前輪はステアしない構造だということです。ちなみに成型色はテールランプ以外は白になっています。何はともあれ、ひとまずサーフェーサーを塗っていくことにします。まずはボディの裏側を塗っていきます。白の成型色は透けやすいので光を遮るために黒のサーフェーサーを塗ります。これは表面処理とは無関係となります。続いてランナーを塗っていきます。先ほどのボディは裏側を塗った後、しばらく乾かした後で表側を塗っていきますが、その間にランナーの方を塗っていきます。ボディもランナーもあらかじめ中性洗剤で洗ってあります。サーフェーサーの希釈はだいたい1対2くらいにしてあります。全体をくまなく塗っていき、接着断面となるところも残さず塗っていきます。接着するところにサーフェーサーが塗ってあるとプラスチック用の接着剤では接着力が弱くなってしまいますが、接着する断面は後でペーパー分けをしてからプラスチック用の接着剤で接着します。これは接着断面を確実にペーパー分けするためにかけ忘れを防ぐための目印として塗っているという意味もあります。先ほど塗ったボディの裏側が乾いたら表側を塗っていきます。裏側は単に光を遮るために塗っていたものでしたが、表側はいつものようにペーパー分けして表面を整えるために塗っています。形が少々複雑なので、今のうちに本塗装の時にどのように塗っていくか多少イメージしながら塗っていきます。形が複雑だとエアブラシの吹きつける向きによって砂吹きになるところが出てきたりするためです。今の段階なら砂吹きになっても結局ペーパーで落とすことになるので、今のうちに注意するところを大体把握しておくようにします。塗り終わったランナーを見ていくことにします。だいぶ細かくディテールも再現されているようです。エンジンは全体が再現されていて、一部スライド金型も使って再現されています。前後を貫く大きなフレームが目を引きます。翼端板の側面にもディテールがあります。ボディを見ていきます。表面は微妙なうねりが見られ、ペーパー分けの違いがありそうです。ワイパーはボディと一体成形になっています。最近のキットでは珍しいと言えます。フロントのカナードも一体成形されています。パーティングライン周辺はなかなかハードな表面状態と言えそうです。ボディは前後に分割されていますが、ぴったりと合わせるには調整が必要そうです。ボディ後ろのパーツです。屋根からリアにかけての部分です。ところどころリベットのような小さな突起があるのですが、表面処理をするときに邪魔になる上に、実写の写真と比較するとあまり正確ではないようなので削り落としてしまう予定です。パーツをランナーから切り離していきます。いつもと同じように切るときは2度切りで全てのパーツを切り離してしまいます。もちろん説明書は事前に何度も読み返して全て切り離しても問題がないかは確認しておきます。パーツ数は少なくはないですが、各部分で見ていくと比較的パーツ数が抑えられているようなので把握しきれなくなるほどではないと思います。というわけでゲートを少し残した状態でまずはランナーから切り離します。すべてのパーツをランナーから切り離したらパーツに残っているゲートを切っていきます。これが2度切りです。2度目のカットを全パーツまとめてやるかその都度やるかは好みの問題ですが、私はまとめて切るようにしています。これには特に理由はありませんが、同じ作業をまとめて行った方がなんとなく効率がいい気がするためです。
最後に車体の大まかな構造を確認しておくことにします。シャシーの板に内装バスタブを乗せ、前後を貫く大きなフレームでバスタブを包むように固定されます。金属シャフトを使って左右のホイールを固定しますが、シャフトはシャシーの穴に通すことで位置が決まるようになっています。シャフトとホイールはただ刺して固定するだけです。そしてその上からボディをかぶせることになります。各部に歪みが少しずつあるので、愛はまずまずといったところです。ちなみにシャフトはシャシーのみで固定されるので、メインのフレームとは無関係になっています。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。